本日は、マイクロソフト Teams を活用した授業の理解度調査方法というテーマでお話しします。この動画を通じて、学生たちの分かったつもりを防ぎ、より深い学びをサポートするための具体的な手法をご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。本日は、こちらの流れで進めていきます。まず、授業における理解度調査の重要性を確認し、なぜ Teams がこれほど有効なツールなのかをご説明します。その後、具体的な機能別のテクニックとして、投票機能、Forms での小テスト、チャットとリアクションなどを実践的にご紹介します。最後に、これらの機能をさらに効果的に活用するためのヒントを共有します。先生方なら、一度はこんな風に感じたことがあるかもしれません。学生は本当に理解してくれているだろうか。特にオンライン授業では、学生の反応が見えにくく、不安になることも多いのではないでしょうか。わからないと声を上げにくい学生がいたり、一部の学生しか発言しなかったりと、クラス全体の理解度を正確に把握するのは本当に難しいものですよね。そこで役立つのが、皆さんが普段お使いのマイクロソフト Teams です。Teams を使えば、授業を止めることなくリアルタイムで、しかも匿名で学生の意見を収集できます。学生も使い慣れたツールなので気軽に参加できますし、集まった回答結果は自動で記録され、今後の授業改善のための貴重なデータとして活用することができるんです。それでは、具体的なテクニックをご紹介します。一つ目は、会議中に簡単に追加できる、ポルズという投票機能です。これは、授業の合間に、この部分、理解できましたかとか、A と B、どちらの意見に近いですかといった簡単な質問を投げかけるのに非常に便利です。数クリックで準備でき、即座に結果を共有できるのが大きな魅力です。使い方はとても簡単です。まずは準備編から見ていきましょう。Teams 左側の下の方にあるアプリをクリックします。次に検索バーでポルズと検索して出てきたアプリを選択し、追加をクリックします。これだけで Teams に投票機能が追加されます。一度追加すれば、いつでも投票を作成できるようになりますよ。では、チームのチャンネルでポルズを使ってみましょう。まず、左のメニューから1、チームを選び、2アンケートを投稿したい、一般チャンネルなどをクリックします。そして、一番下の3、チャンネルで投稿ボタンを押して、投稿画面を開きます。4投稿画面が表示されたら、5メッセージ入力欄の元にある、プラスボタンをクリックします。するとアプリの一覧が出てくるので、6、ポルズを選びます。そうすると、7アンケートの編集画面がポップアップで表示されます。編集画面で、質問と選択肢を入力していきます。オプションで、複数回答を許可したり、回答者の名前を記録するかどうかも設定できます。8アンケートが完成したら、右下のプレビューで内容を確認し、9問題がなければ、送信ボタンを押します。送信すると、このようにチャンネルの投稿にアンケートが表示されます。学生は選択肢を選んで、投票を送信をクリックするだけで簡単に回答できます。結果を共有する設定にしていれば、回答者もすぐに現在の投票状況を見ることができます。アンケート作成者は、その他ボタンからフォームズの画面に移動して、より詳しい結果を確認できます。さらに、Excel で結果を開くをクリックすれば、誰がどの選択肢に投票したかといった詳細なデータをダウンロードして、授業の分析に活用することも可能です。次に、オンライン授業の審査最中にポルズを使う方法です。会議画面の上部にある1、アプリをクリックし、2、ポルズを選択します。すると画面の右側にポルズのウィンドウが開くので、3、新しい投票をクリックしましょう。4まずは、多子選択式やクイズ、評価など、アンケートのタイプを選びます。5時に、質問と選択肢を編集していきます。6準備ができたら、下書きとして保存しておくこともできますし、今すぐ起動をクリックすれば、すぐに投票を開始できます。投票を開始すると、教員の画面はもちろん、学生側の画面にもこのようにアンケートが表示されます。学生は画面上で回答し、送信するだけです。
教員側のポルズ履歴画面では、リアルタイムで回答状況を確認できます。投票が締め切られると、学生と教員、双方の画面に結果がグラフで表示されます。教員側の画面では、ここから投票を締め切ったり、結果をエクスポートしたり、詳細を確認したりといった操作が可能です。2つ目のテクニックは、Microsoft Forms を使った小テストです。こちらはポルズよりも本格的で、正解・不正解を設定できるのが特徴です。自動採点機能もついているため、単元の復習や知識の定着度を確認するのに非常に効果的です。採点業務がぐっと楽になりますよ。それでは、Forms でのクイズ作成方法を具体的に見ていきましょう。まず、Microsoft 365にログインし、左のメニューから2、アプリを選択します。たくさんあるアプリの中から、3、Forms をクリックしてください。Forms を開くと、このような画面になります。4ここで、新しいクイズまたは、新しいフォームを選択します。自動採点を行いたい場合は、新しいクイズ、単純なアンケートの場合は、新しいフォームを選びましょう。今回は小テストなので、新しいクイズをクリックします。クイズの作成画面が開きました。まずは、無題のクイズとなっているタイトル部分をクリックして、わかりやすい名前をつけましょう。6また、スタイルから背景デザインなどを選んで、見た目を整えることもできます。7ここから問題を作成していきます。新規追加ボタンから、選択式や記述式など、問題の形式を選びます。問題文と選択肢を入力し、正解の選択肢にチェックを入れます。配点や回答者への解説メッセージなどもここで設定できますよ。クイズが完成したら、右上の回答を収集ボタンをクリックします。ここで回答できるユーザーを制限したり、回答期限を設定したりできます。設定が終わったら、共有用のリンクが表示されるので、これをコピーしておきましょう。Teams で配信する際に、このリンクを使います。作成したクイズを Teams で配信する方法はいくつかあります。一番簡単なのは、投稿機能を使う方法です。1配信したいチームの2、一般チャンネルなどを選び、3投稿画面を開きます。そして、4先ほどコピーした Forms のリンクを貼り付けて投稿するだけです。これで学生にクイズを配信できます。より本格的に提出状況などを管理したい場合は、課題機能が便利です。1使用するチームを選び、2左のメニューから課題をクリックします。次に、参加の作成ボタンから、4、新しいクイズを選択してください。すると、あなたが作成した Forms のクイズ一覧が表示されます。ここで課題として配信したいクイズを選択し、次へをクリックします。6課題の作成画面に戻ると、7選択したクイズが添付されているのがわかりますね。あとは期限などを設定して割り当てれば完了です。Forms の最大の強みは、この詳細な結果分析機能にあります。学生が回答を終えると、Forms の回答タブから、学生一人一人の正答率や、質問ごとの正答率が一目でわかります。クラス全体がどこでつまずいたのかを正確に把握できるので、次の授業でその部分を重点的に復習するなど、データに基づいた的確な指導が可能になります。ここで、ポルズと Forms の違いを整理しておきましょう。手軽に、その場の雰囲気や簡単な理解度をリアルタイムで確認したいなら、ポルズ。正解・不正解があり、後からじっくりデータ分析をしたい本格的な小テストなら、Forms。このように、目的に応じて使い分けるのがおすすめです。3つ目は、特別なアプリを使わずにできる、チャットとリアクション機能の活用です。質問があればいつでもチャットに書き込んでねとアナウンスするだけで、発言が苦手な学生も心理的なハードルが下がり、参加しやすくなります。また、ここまで理解できたら、いいねのリアクションを押してねと伝えるだけでも、簡易的ながらリアルタイムの理解度チェックになります。チャットを有効活用するには、教員が、ここは安全な場所だ、という雰囲気を作ることが何よりも重要です。良い質問ですね。なるほど、面白い視点だねなど、どんな書き込みも歓迎する姿勢を見せましょう。
また、教員から積極的にチャットで問いかけることで、学生の書き込みを自然に促すことができます。その他にも、Teams には便利な機能があります。一つは、リフレクトというアプリです。簡単なアイコンで、授業の感想やその時の感情を表現してもらうことができます。学習内容だけでなく、学生の気持ちの変化も把握するのに役立ちます。また、ご存知、ホワイトボードの付箋機能を使えば、匿名で意見や質問を自由に書き出してもらうことができます。ブレインストーミングなどにも最適ですね。これまでご紹介した機能を目的別にマッピングしてみました。授業の流れの中で素早く確認したい、手軽さを重視するなら、リアクションやチャット、ポルズが向いています。一方で、知識の定着度など、正確さを重視するなら、フォームズの小テストや課題機能が最適です。このように、場面に応じて最適なツールを使い分けることが、効果を最大化する鍵となります。さて、これらの機能を効果的に使うためには、いくつかヒントがあります。一つ目は、なぜアンケートや投票を行うのか、その目的を学生にしっかり伝えることです。これは成績に関係ないから、正直に答えてね、みんなの理解度に合わせて授業を進めたいから協力してねと伝えることで、学生も安心して、前向きに回答してくれるようになります。二つ目のヒントは、集計した結果を必ず学生にフィードバックすることです。この質問の正答率が低かったから、もう一度解説するね、皆さん。ここはよく理解できているようなので、次のステップに進みましょう。このように、自分の回答が授業に反映されたと実感することで、学生はより主体的に授業に参加してくれるようになります。それでは、本日のまとめです。Teams には、手軽なものから本格的なものまで、授業の理解度をリアルタイムで把握するための機能が豊富に備わっています。大切なのは、これらのツールを使って得られた学生の声を真摯に受け止め、次のアクションにつなげていくことです。この動画が、皆さんの双方向な授業づくりの一助となれば幸いです。ぜひ、明日からの授業で一つでも試してみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。今回は、Teams の中で利用できる簡単な投票ツールポルズについて、紹介したいと思います。まず、画面の右側が教員の Teams の画面です。また、左側が学生側の Teams の画面とします。Teams でポルズを使うには、アプリボタンをクリックしてインストールを行います。下にスクロールしてポルズのアイコンをスクロールして、ポルズのアイコンをクリックして追加します。今回はすでにポーツをインストールしていますので詳細はスキップします。それでは、チームの一般投稿画面よりの利用方法について見ていきましょう。この場合、チャンネルで投稿ボタンを押し新しい投稿画面が表示されたら、下のプラスマークをクリックします。こちらのダイアログが表示されたら、この中よりポルズを探し、クリックします。すると、このようなアンケートを作成画面が表示されますので入力していきましょう。例えば、表題を授業アンケートとして、選択肢をよく理解できた、理解できた、よくわからなかったとしましょう。こちらのボタンは、複数回答を用いる場合にオンとします。また、その他のオプションとして回答者の名前を記録するや、集計された結果を回答者と共有するなどのチェックボタンがあります。必要に応じて選択してください。そして、プレビューボタンを押します。すると、このようなプレビューボタン画面が表示されますので、間違いなければ、送信でアンケートをすぐに実施することができます。すると、このように学生の Teams の一般投稿画面にアンケートが表示されます。それでは、このアンケートに答えてみましょう。投票を送信ボタンをクリックします。教員側の投稿画面は不要なので、閉じておきましょう。投稿画面の上の方に、今作成したアンケートが表示されます。また、その下には、
投票結果が表示されているのがわかります。結果の詳細を見るには、その他のボタンをクリックします。このボタンはアンケート作成者のみに表示されます。すると、このようにホームの画面が立ち上がり、アンケート結果を詳しく見ることができます。それではもう一件、アンケートに答えてみましょう。送信ボタンを押します。その他のボタンを押して、もう一度詳細を見てみましょう。応答が2件となり、下のグラフも変化していることがわかります。このように、即時に結果を観察することができます。それではもう一つ、別のアンケートを作ってみましょう。投稿の開始ボタンを押して、プラスマークをクリックします。そして、ポルズのマークをクリックします。今回はアンケート2として、選択肢をよく理解できた。わからなかった。の2つにします。今回は、オプションを、集計された結果を回答者と共有するにチェックします。そして、プレビュー画面として送信します。すると、作成されたアンケートフォームが表示されます。この場合、下側にアンケートの結果共有画面も教師側、学生側にも表示されていることがわかります。学生側よりアンケートを回答すると、即時に、教師側、学生側に結果が表示されていることがわかります。教師側からもアンケートを行ってみましょう。すると、このように件数が2に増えたことがわかります。その他のオプションでも結果を確認してみましょう。ホームズが表示されたら、件数などの詳しい情報も確認することができます。また、この結果をこのボタンを押すことにより Excel にエクスポートすることができます。このような形で、Excel にデータが取り込まれるので、このデータを活用して、統計処理などの材料とすることができます。次はオンライン会議でのポルズの使用方法について説明します。最初にカレンダーを表示します。そして、予約していたオンライン会議を開きます。参加ボタンを押します。この画面が表示されたら、今すぐ参加ボタンをクリックします。学生の画面にも、このような参加を促すダイアログが表示されますので、学生も参加しましょう。ポルズがインストールされていると、このようにメニューバーにポルズのマークが表示されているので、ここを押しましょう。すると、右側にポルズの画面が表示されます。アンケートを行うには、新しい投票ボタンをクリックします。するとこのような投票のタイプを選択する画面となります。目的に応じて、この中より選択を行ってください。それでは、アンケートを作ってみましょう。今回の選択肢は、よく理解できた。よくわからなかったの2つです。それでは、今すぐ起動を押して送信します。すると、このように会議の画面にアンケートが表示されます。それでは、アンケートに回答して送信しましょう。すると、このように結果が即時に表示されます。このように、オンライン授業においてもポルズを活用すると、即座に授業の理解度などを確認することができます。